こんにちは。バラの記録チャンネルのしずくです。現在、我が家で実際に育てている200品種以上から最も開花の回転率が良かったバラをランキング形式でご紹介しております。2021年は我が家でも4番花までしっかりと楽しめたバラが12品種ありました。今回は前回ご紹介しきれなかった残りの上位5品種をご紹介いたします。概要欄目次に各チャプターへのリンクがありますので、ぜひ気になる品種をチェックしてくださいね。このランキングはあくまでも2021年の我が家の反省会から生まれた一つの余興としてお楽しみいただけたら幸いです。それでは早速上位5品種の発表です。2021年我が家のバラ開花回転率第5位は芳醇でした。1981年日本のミスターローズ鈴木製造先生作出のハイブリッドティーローズで資生堂から香水も発売された香りのバラです。続いて第4位はベビーハンズ2012年日本吉池定三先生作出のシュラブローズで小輪の可愛らしいカップ咲きのバラです。第3位プシュケ2014年日本木村拓則先生作出のシュラブローズで優しいアプリコット色でおおらかに咲く印象のバラです。それから2021年第2位はボレロ2004年フランスメイヤン作出のフロリバンダローズで日本でも大好評でとても人気のあるバラです。そして2021年我が家で一番たくさん咲いてくれたのは JRC 日本バラ会2010年度フロリバンダの部金賞を受賞した2010年日本吉池定三先生作出のタゴトの月フロリバンダローズでした。1番花はご紹介できなかったのですが、6月23日の動画で2番花をご紹介。最終の4番花は9月13日の動画でご紹介しています。上位12品種のうち、日本作出のバラが7品種もありました。やはり日本では、日本の風土によく合うバラが生まれるのだと思いました。また、四季咲き性品種の少ないオールドローズでも3品種ランクインしているのが印象的でした。そして、我が家のお庭事情的にとても驚いたのは、一昨年まで調子が悪く、うまく咲かせられなかったバラが4品種もランクインしていることでした。第2位のボレロ、第5位の芳醇、第9位ルイ14世、第10位雫ですが、特に第9位のルイ14世は眼種でここ数年は完全に動きが止まっていたバラです。実はとあるバラ栽培が本職の方の YouTube でバラが弱り寿命が縮まる大きな原因を解説している動画を拝見し、昨年からオルトランなど根から吸収させるタイプの殺虫剤の使用を完全にやめたので、樹勢を取り戻したのではないかなと考えています。ランキング外のバラでも土にばらまいて使用する浸透性殺虫剤を使わなくなった途端、
ここ数年弱っていたバラが軒並み樹勢を取り戻していきました。ただその代わり、毎日庭に出ていても栽培センスのない我が家では、カミキリムシなどの深刻な虫の食害で枯れてしまったバラが逆に急増してしまいました。仕事が忙しいなど、こまめに害虫パトロールする時間がない方には、オルトランの使用中止は必ずしもおすすめではないかもしれません。ただ我が家では今後も栽培技術を身につけていくためにも、流剤の浸透性殺虫剤は土にまかずに、これまで以上に気合を入れて注意深く株を観察していくようにしてみます。それでは、我が家での開花の回転数が良かった上位5品種について私の感想です。まずは2021年第5位のフォージュンについて。春には例年になくきれいに咲いてくれたので、嬉しかったのが忘れられません。資生堂から香水も発売されていたフォージュンは、昭和のザ・お花の香りがすると個人的には思います。キッチュな花色もレトロな雰囲気があって私は好きです。夏も元気に優しい色合いのお花を見せてくれました。続いて2021年第4位のベビーハンズについて。2012年日本バラ会国際コンクール銀賞受賞のバラです。春先の枝枯れで株がだいぶ小さくなってしまったので、樹勢を取り返すまで養生させた方がいいのは分かっていても、お花が見たくてつい咲かせてしまいました。しなやかな細枝でゆるりとしだれるように咲いて本当に可愛いので、今年は元気に咲いている様子をお見せできるように頑張ります。次に2021年第3位のプシュキについて。おおらかな咲き方で株も大柄なバラというイメージです。春は優しい桜ピンクで咲いていましたが、夏はアプリコット色寄りでした。硬質がティーと青リンゴと説明書きにありましたが、お花を近づけるとシャボンのような香りもするようでした。さすがロサオリのバラという感じで、夏にも強いようですが、真夏以降少し涼しくなる頃には、我が家では花数が顕著に少なくなりました。次に2021年第2位のボレロについて。2021年はやはりボレロは名花だと納得できた年でした。我が家ではうまく育てられずにいて、例年皆さんのお宅のように美しく咲かせられずにいたバラです。株が充実していないと実力を発揮できないバラだと視聴者様から教えていただきました。今年も一番花はご覧のように様子がおかしかったのですが、じゃーん。この子なぜか全然皆さんのお宅のように綺麗に咲いてくれないんですよね。今年一番のお花がこれとこれだったんですけども、今お花が終わってしまってるんだけど、こんな感じですね。こんな感じでつぼみの時からこんな感じだったんですよね。何ですかね、わからないです。それかだいたいこんな風に焼けちゃったみたいな、傷んじゃった、雨で傷んだんですかね、これは感じになったりして、でこの子もなんとなく
形がおかしいです。いびつですよね。こちらもちょっと傷んじゃってます。白が。この子はうまく咲いてくれるかなって感じですけども、いつもこんな感じなんですよね。変形してたりとか、なんか調子の悪い株なんですかね。確かもう4年ぐらいうちにいるんですけども、全然うまく咲かせられません。2番花からだんだんよく咲いてくれるようになりました。ただ花持ちが良いバラのはずがすぐに散ってしまうので、まだまだ本調子ではないようです。それでもつぼみがたくさんついてくれる品種ですので、数日間は楽しめました。強硬で有名なバラなのに、我が家では例年中高くらいにしか感じなかった香りも、秋には風に乗って近くにいるとわかるくらいになりました。対処性が強いそうですが、真夏にまた様子のおかしなつぼみができたので、一度ピンチしています。株が充実していたなら我が家でももしかしたら5番花まで楽しめたかもしれませんね。今年は頑張ります。それから我が家のボレロには真っ黒でまん丸の1ミリくらいの小さな甲虫がたくさんつくのが気になります。ボレロは他にもお花が美味しいのか、いろいろな虫に食べられています。そして2021年、我が家で一番たくさん咲いてくれたのは JRC 日本バラ会2010年度フロリバンダの部金賞を受賞した吉池定三先生のタゴトの月でした。我が家では9月13日に4番花が咲いたので、暖かい地方だと5番花までも咲いてくれそうですね。タゴトの月というお名前も日本情緒あふれる素敵なお名前ですよね。私の父方の祖父がさつき盆栽好きで、初夏になると庭中それは見事だったのですが、祖父の家への道すがら、田植えの終わった水田に月が映ったひんやりとした夜の思い出と重なって、安心してぐっすり眠れそうな心地よさを感じます。吉池先生のバラも大好きなので、我が家には他にも大のお気に入りのベビーハンズ、香りよく丈夫でたくさん咲いてくれて毎年大活躍しているイーハトーブの香り、カンパネルラなどがあります。タゴトの月は早咲きですが、昨年は春先にかなりの枝枯れをしたためか、一番花は花数も少なくすぐに散ってしまいました。霜枯れしたのかとも思いましたが、吉池先生のナーサリーは寒冷地にありますし、耐寒性は普通とのことでしたので、別の理由での春先の枝枯れだと思います。耐陰性は弱いそうですが、お日様のよく当たるところで育てているとすぐに元気を取り戻し、2番花からはたくさんつぼみをつけてくれた樹勢の強いバラです。それからお水が大好きなバラで、春先から水枯れ注意だと思います。我が家では一番水やりが必要な品種かもしれません。一つ一つのお花は散るのが早いですが、次々とつぼみが開き、1週間程度は楽しめます。6月23日に紹介した2番花は6月30日まで見頃でした。代謝が良いバラというイメージで、次々と新しいお花に交代していき、花びらも散るまで美しいままです。咲き終わった後もすぐにつぼみをつけて、とにかくたくさん咲いてくれます。夏はシュートがよく伸びて背が高くなりました。過去夏に下葉が落葉した年も
お日様と水で葉はすぐに元通りに茂りました。株が元気いっぱいで、花色も明るく、真夏も活躍してくれる重宝するバラだと思いました。夏が終わっても疲れは見えず、葉がたっぷりと茂っていました。2021年は田ごとの月の魅力を満喫できた年でした。以上、バラの開花回転率上位5位から1位までの2021年の感想でした。皆様のお宅で2021年開花回転率が良かったバラをコメント欄で教えていただけるととても勉強になります。優秀なバラは自分でも実際にどんどん育てて勉強したいです。ご協力のほどよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた近いうちにお会いしましょう。